今日は自分勝手はやめられるかというですね、そういうテーマで話をしてみたいと思います。皆さんのですね、友達の中に1人や2人自分勝手だなという人がいるかもしれませんし、あるいは我ながら自分勝手なことをしてるなと、そんなふうに感じることもあるかもしれません。この自分勝手というものをやめたり減らしたりすることはできるのでしょうか。それを考えるために自分勝手とは何かを確認をしてみたいと思います。人間の行動はですね、自分にとってプラスかマイナスか、他人にとってプラスかマイナスかによって大きく4つに分けることができます。このうちですね、自分にとってはプラスだけども他人にとってはマイナスというですね、そういうふうな行動が実は今日のテーマの自分勝手ということになりますね。では自分勝手をやめるというのはどういうことでしょうか。自分勝手をやめると自分にとってはマイナス、でも他人にとってはプラスになります。そういうのを利他行動というふうに呼んでおります。ということは自分勝手はやめられるかという問いはですね、人間はいかにすれば利他的になれるかというですね、そういう問いと同じになるわけなんですね。これは結構な難問でございます。このですね、難問に挑むゲーム理論というですね、理論があるので、そいつを使って次に考えていきたいと思いますね。まず例を挙げてみましょう。2軒のたこ焼き屋さんが並んでいます。彼らはですね、定価の400円で売るか、あるいは300円で売るか、値引きして売るか、悩んでいるわけですね。両方ともが400円で売りますと、両方ともがそこそこの儲けになります。自分が値引きして相手が400円だとですね、お客さんがいっぱい来ますから自分は大儲けできますけども相手はほとんど儲かりません。逆に、自分が定価で売って相手が300円にしますと相手が儲かりますが自分はさっぱりと、じゃあうちも300円で売るか、両方が値引きすると今度は両方とも儲けが減ってしまう、こんなことが起きてきます。こういうのをジレンマ、習字のジレンマと言いますけども、こういった状況でどうすればよいのかといったことを考えるのが例えばゲーム理論なんですね。この場合はですね、しっぺ返しというですね戦略を取ることで両者が得をしながら自分勝手をやめることができることが知られております。こういうふうに自分の行動が相手の利益に影響し、相手の行動が自分の利益に影響する、そういった状況を扱うですね学問なんですね。でこれを使うことで例えばお互いに争いを避けて協力を維持したりですね、あるいはお互いのですね不公平が大きくならないようにですね物事を分担し合ったり、そういったことをですね考えることができるようになるのです。こういうゲーム論にですね興味を持ったら皆さんねぜひ勉強してみてほしいなと思います。